ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今年の3月からペット系イベントが開催されるようになって、今回で5回目の開催となります。過去4回の挑戦では、全く倒すことができなかったボスでしたが、今回のイベントでは、ようやくボスを倒すことができました。過去4回のイベントと今回のイベントでも、ボスに挑戦した際の嵐の抵抗力は、不完全な状態でした。今回の嵐の抵抗力は205だったので、完全な状態の260から55抵抗力ほど足りない状態だったにもかかわらず、メインチームが少しずつ強くなっていることが影響してか、ついにボスを倒すことができました。いやー、苦労したなー。低予算だと絶対にボスを倒せないと思い込んで、ボスの討伐を諦めていたけど、低予算でペットイベントに挑戦しても、ボスを倒せるんだね。前回までは、アスタロス、カーク、ヨルガン、フェイスレス、マーサの、カーク信者テンプレートチームで戦うしか選択肢がない状態だったのですが、今のカーク信者には、オリオン、カイという、全体攻撃が得意なヒーローが、2番手と3番手の DPS として控えているのです。今回のボス戦では、嵐の抵抗力が205の状態でボスに突撃することにして、1回目の攻撃と2回目の攻撃で、チーム編成を変えてみることにしたのです。そうしたところ、予想通りというか、1回目のカーク、カイ、フェイスレスの攻撃で倒しきれなかったボスに対して、2回目のカーク、カイ、オリオンでは、かなり効果的なダメージを与えることができました。チーム編成次第ですが、嵐の抵抗力が205の状態で、ボスと戦っても勝てるということが分かったので、視聴者様もぜひ、いろいろな DPS を試しながら、ボス戦に挑むことをお勧めします。ペットイベントに向いている DPS の話をするよ。カーク信者の経験だけで話をすれば、オリオンやカイなど、全体攻撃が可能なヒーローを起用すれば、ペットイベントのボス戦で、好成績を残せると思います。ジュウや、ラースとクリスタの双子兄弟なども、こういったボス戦では効果的なダメージをボスに与えることができるのではないでしょうか。今回の挑戦では、総合パワーが67万と70万のチーム編成で勝利することができたので、視聴者様も、この程度までヒーローを育成すれば、ペットイベントのボスを倒せるようになると思います。宝物が近くにある、について、話をするよ。ペットイベントのマップを移動していると、宝箱が近くにある際に、このような表示がされますが、これには、一定の規則性があります。宝箱が近くにある、と表示された場合、そのように表示されたマスに隣接する場所に、未開封の宝箱は必ず存在します。このように表示されている状態だと、宝箱は10番に存在することがわかります。もしも宝箱が9番に存在するのなら、11番の場所にも、宝箱が近くにある、と表示されるからです。ただし、宝箱の周囲を移動した後なので、このように明確な形で宝箱の場所が判明していますが、実際には、確率 50% でしか宝箱の場所を特定できないケースが大半になります。まあ、アクションポイントがたくさんあれば、何も考えずに外周部をすべて踏破すればいいだけのことなんだよね、あはは。さて、現状のカーク信者のヒーローたちだけで、ペット系のイベントを完全制覇できるということが分かったので、肩の荷が下りたような満足感を味わっています。視聴者様もぜひ、攻撃の手数が多いヒーローを起用して、ボスの討伐にチャレンジしてみてください。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。